皆さんこんにちは、レジン工房です。今回は新しい波のパターンとしてある材料を用いて今までとは違う波の作り方を紹介したいと思います。皆様の新たな波のレパートリーの一つとして使うことができるようになることを祈ってます。まずはですね、今まで通りレジンを混合していきます。しっかりとムラなく混ぜてください。この日の室温はだいたい室内が27度とかだったんですけど、2時間程度放置しました。皆様の中でもレジンを放置してたら急に固まってしまったみたいな経験ないですかね。夏場は特にレジンの硬化が早まって扱いがすごく難しくなるので、こまめにチェックするように心がけてください。このマイカパウダーについてなんですが、特にメーカーの指定はないので、基本マイカパウダーは全部一緒だと思ってお好きなマイカパウダーを使用してください。こちらの方もマイカパウダーのダマが残らないようにしっかりと混合していきます。はい、ここで重要なポイントです。いつも通りレジンをボードの上に流していくんですが、第1回目の時と比べると分かりやすいと思いますが、レジンの流動性が高いように思いませんか？これはたまたまではなくて、あえてそうしてるんですね。なぜかというと、先ほども言ったように夏というのはレジンの硬化が早まってしまうので、硬化時間も考慮して少し早めに流動性が高いうちに流していきます。全体的にレジンを広げていきます。やっぱり流動性が高くなっているので、第1回の時よりも全体的にすごく伸ばしやすいですね。そうしましたら、全体的にヒートガンで空気を抜いていきます。ちょっとした穴も出てきたりするので、その時もその穴を埋めることを忘れずに表面を鳴らしていきます。そしたら定番のシュプリームホワイトですね。こちらをヘラの先にちょっとだけつけてレジンと混ぜていきます。この時もヘラについた部分までしっかりと混ぜてください。そして右側の方にも同様にシュプリームホワイトを混ぜておくんですが、ここでこの混ぜてる時のレジンの様子を見ていただきたいんですね。後々比較でも出すんですが、これからあるものを加えるとこちらの様子が変化します。そのあるものというのがこちら、シリコンオイルですね。こちらの形状はスポイトのような形状になっているんですけど、こちらの中身をすべて一度出し切ってから先端に残る一滴だけを抽出してレジンに加えていきます。はい、混ぜます。ここから急に変化が来るんですけども、左の方がシリコンオイルなしで、右がシリコンオイルありですね。見るとわかると思うんですが、シリコンオイルありの方がすごくネバネバしてきています。ネバネバして混ぜる時の感覚がすごく重く感じます。そしたらいつも通り白のレジンを流していきます。すごくネバネバしていて複数の糸が引いていますね。
シリコンオイルなしのレジンも流していきます。こちらはやっぱりシリコンオイルありの方と比べるとシリコンオイルありの方が重い感覚だったんですが、シリコンオイルなしの方は軽く感じます。さあ、この違いが波にどのような変化をもたらすでしょうか。わかりやすいようにアップで見ていきましょう。まずはシリコンオイルなしの方ですね。今はヒートガンで流動性を高めています。そしてヒートガンを強にしてゆっくりと慎重に波を作っていきます。この時波の先端の方がモヤモヤっとすることがあるので、白のレジンは最後まで広げてあげます。続いてシリコンオイルありの方ですね。レジンの流動性を高めたらヒートガンを強にして飛ばしていきます。この時点で全然違いますよね。すでにポツポツとセルができ始めて、すごく荒々しい印象の波ですね。比較するとこのような感じになりました。やっぱ左はすごく細かい波が現れていて、右は大粒のセルが現れるというような結果ですね。近くで見てみましょう。はい、左はこんな感じで、右はこんな感じです。ここでレジンの表面に大きな特徴が現れました。シリコンオイルなしの方はつるっとした表面なんですが、シリコンオイルの方は表面に凹凸ができるという変化が現れました。またシリコンオイルの方は表面を触ってみるとツルツルとしていて、表面にシリコンオイルが付着していることが確認できました。一方、シリコンオイルなしの方は引っかかりがあるような感触で、滑りの良さは感じられませんでした。続いてはですね、レジンの粘度が低い状態でやったらどうなるかということを検証しました。とてもさらっとしていて粘度が低いことが確認できます。1層目と同様の手順で進めていきます。この粘度の違いがどのような変化をもたらすのでしょうか。同様にヒートガンで気泡を抜いていきます。ご覧の通り白レジンもシャバシャバな状態であることが確認できます。この時のシュプリームホワイトが少しだけ足りてなかったので、ちょっと色が薄くなっていますね。まずは流動性を高めてヒートガンを強にして一気に飛ばしていきます。
ちらはシリコンオイルありの方ですね。やっぱりネバネバとしていて気泡が浮いてきているのがわかると思います。同様に流していきます。この時表面ですでに変化が起きていて、アップにすると分かりやすいと思いますが、小さなセルが発生し始めているんですよね。まずは流動性を高めて一気に飛ばします。その時のこの弾け具合がすごいですね。近くで見てみましょう。こちらは比較的細かいセルができていますね。一方こちらは小さいセルだったり大きいセルだったりが混同しているという感じですね。そして効果後がこちらです。比較的つるっとした印象ですね。そしてこちらがシリコンオイルありの方ですが、表面はボコボコとしています。波打ち際を見てみると、白の塗料が青の塗料の下に潜り込んでいることがわかります。シリコンオイルの方も同様ですね。はい、以上が実験の結果となります。今回はシリコンオイルを使ったらどういった波ができるのかということと、レジンの粘土を変えたらどういう波ができるのかということを実験してきました。今回分かったこととしては、シリコンオイルを入れると荒々しいような力強い波ができたということ、また低い粘土で行うと白のレジンが青のレジンの下に潜り込んでしまうということが確認できました。こちらはこちらで柔らかい印象の波が作れたと思ったので、ぜひ使い分けてみてはいかがでしょうか。今回は最後までご覧いただきありがとうございました。参考になったらチャンネル登録と評価の方をよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。